今日は女性ボーカルのスタイルについて改めていろいろと解説してみるよ。第1回のテーマが女性ボーカルだったね。軽くその動画の内容をおさらいしておくよ。フィメールボーカルは女性ボーカルになるけど、暗くスローテンポで熱唱する曲になりやすい。だから明るくアップテンポな可愛い、それを使って女性ボーカルにしようって内容。初期の動画は検証が甘すぎて改めて見ると恥ずかしくなってくるね。もう少し詳しく解説していってみよう。まずはフィメールボーカルとフィメールボイスの差。フィメールボーカルは低音で熱唱傾向がある。フィメールボイスは高音で静かな曲になりやすい。この2種類は〇〇フィメールボーカルと説明を加えると歌い方を調整できるよ。ただ元の声が土台になるから注意してね。例えばウィスパーボイスを作ってみようか。ウィスパーフィメールボーカルのスタイルだとボーカルの熱唱とウィスパーのささやきが相殺しちゃう。ウィスパーフィメールボイスの方にすれば静かなボイスはウィスパーのささやきを邪魔しないよ。こんな風に土台の性質に影響されるのが女性ボーカルスタイルの厄介なところだね。だから土台を使わず女性ボーカルにできる可愛いみたいなスタイルは貴重だよ。ちょっと前置きが長くなっちゃったね。今日解説するスタイルの話に進むよ。今日解説するスタイルはディーバ、マーマーフィメールボイス、ハスキーフィメールボーカル。ボーカル、ボイスに単語を加えたスタイルとボーカル、ボイスを使わないボーカルスタイルだよ。冷めたい雨の空の下で誰もが違うアイルを逃げるような足音も優しい声も宝物さ。いろんな子の人がいる、その中で僕も歌う。友達やって響くよ、希望の歌を一緒に。冷たい雨の空の下で誰もが違う音色、逃げるような足音も優しい声も宝物さ。いろんな声の人がいる、その中で僕も歌う。情熱し合って響くよ、希望の歌を一緒に。冷たい雨の空の下で誰もが違う音色、逃げるような足音も優しい声も宝物さ。いろんな声の人がいる、その中で僕も歌う。情熱し合って響くよ、希望の歌を一緒に。3種類の女性ボーカルのスタイル、それぞれの歌声を聞いてもらったよ。ディーバはアップテンポな女性ボーカル。ボーカル、ボイスを使わずに女性ボーカルにできる。ボーカル、ボイスが両方スローテンポだから。アップテンポなボーカルは価値が高い。アップテンポな曲を作るときは明るいなら可愛い、暗いならディーバかな。ただ可愛いもディーバも癖がある。使うかどうかは好みの問題もあるね。マーマーフィメールボイスはボーカル音量を小さく不安定にする。静かな曲でこのスタイルを使うとささやきレベルまで音量が落ちるよ。マーマーは静かなボイスだから成立する。ボーカルを使うとひどいことになるから注意。マーマーフィメールボーカルは音量が不安定なだけの下手な歌になるんだ。ハスキーフィメールボーカルは歌声をハスキーボイス風にするよ。歌声だけでなく歌い方にも影響を与えてメロディーや音程が不安定になるよ。ちなみにハスキーフィメールボイスだと
歌い方は普通で歌声だけハスキーになる。ハスキーの歌い方はかなり癖があるから、歌声だけハスキーも需要はありそうだね。さて次は他の音楽ジャンルと混ぜた時の歌声の変化を実例で聞いてみようか。混ぜるスタイルはチップチューン、グリッチホップ、ポストロックだよ。いろんな声の人がいる、その中で僕も歌う、情熱し合って響くよ、希望の歌を一緒に。いろんな声の人がいる、その中で僕も歌う、情熱し合って響くよ、希望の歌を一緒に。いろんな声の人がいる、その中で僕も歌う、情熱し合って響くよ、希望の歌を一緒に。冷たい雨の空の下で誰もが違う音色、逃げるような足音も優しい声も宝物さ。冷たい雨の空の下で誰もが違う色、逃げるような足音も優しい声も宝物さ。冷たい雨の空の下で誰もが違う音色、逃げるような足音も優しい声も宝物さ。いろんな声の人がいる、その中で僕も歌う、今日し合って響くよ、希望の歌を一緒に。いろんな声の人がいる、その中で僕も歌う、調和し合って響くよ、希望の歌を一緒に。いろんな声の人がいる、その中で僕も歌う、共鳴し合って響くよ、希望の歌を一緒に。3種類の女性ボーカルスタイルが持つ歌い方と曲調の変化を聞いてもらったよ。スノで女性ボーカルを指定するとどうしても曲調の変化からは逃れられない。まあ歌声はともかく音程や歌い方を変えたら曲調も変わるのは音楽的に当然ではある。だからボーカルを指定しようとするなら曲調の変化は受け入れるしかないだろうね。いろいろなボーカルスタイルの効果を理解してうまく使い分けていくのが理想的だよ。それじゃまたね。